こんにちは。私は、今、非正規雇用で働いてて、請負社員として働いてるんですけど、時給制なので、時給もそんなに高くないし、ボーナスもないっていうことで、多分低収入なんですけど、私は韓国のアイドルが好きで、オタクをしてるんですね。なので、今日は収入が低い私が、オタクをするために我慢していることを話していきたいと思います虚しすぎるタイトルかもしれないでも共感してくださる方いっぱいいるかなと思って話してみます。この服さ、ちょっと収納の仕方をミスってさ、ここでこうなっちゃってるんですけど、ちょっと気にしないでください。ごめんなさい。まず大前提として、私はサイン会とかにめちゃくちゃ行くようなもうすんごいお金を使ってるオタクではなくって、フリベハイタッチ会とかサイン会とか応募する時も最高お金使うとしてもここまでって決めて応募してて、なのでここまでやっても当たらなかったらもうそこで終わりっていう感じでやってるので、全然当たらずに終わったことも何回もあるし、コンサートはできるだけ行くんですけど、アメリカとかヨーロッパとかの合同コンとかまでは行かないし、ワールドツアーの韓国以外のアジアの国とかも、行こうとしたことはあるけど行ったことはないし、そこまでめちゃくちゃお金を使うオタクっていうわけじゃないです。でも、ソウルコン行くのもお金かかるし、東京とか大阪のコンサート行くだけでも田舎に住んでるので結構お金かかるし、チケット代も最近めっちゃ高いじゃないですか。そもそも収入が低いっていうのもあって、結構ねちゃんと考えてお金を使わないとオタクできないんですよ。なので普段の生活でどうやってどういうことを我慢してオタクするためのお金を生み出しているかを話していきたいと思います。大まかに言ったら、そのお金をねできるだけ使わないように我慢してるっていうことなんですけど、いろいろありまして、まず1個目、すごい簡単なことなんですけど、お菓子とかカフェとかを我慢してます。我慢してるって言ってもゼロにしてるわけじゃないです。こんぐらいお菓子食べたい、カフェ行きたいっていう欲があるとしたら、こんぐらい、半分ぐらいに抑えてるって感じです。ご飯は食べなきゃいけないので食べるんですけど、お菓子とかね、カフェとかはね、本当に我慢してます。めっちゃ食べたいんですけど、カフェとかもね、一時期スタバにね、週1、多い時は週2、3ぐらいで行ってた時あったんですよ。でもやっぱチリツモで結構な金額になってたりしたので、このお金で CD 何枚買えるなとかなるので我慢してます。家にねずっといたら我慢できるんですけど、外出したついでに休憩がてらカフェとか行っちゃいがちだったんですよ。なんでそれをすごい我慢してます。お菓子とかもね、カフェとかでね甘い飲み物とか飲んだら、太るし肌荒れもするので、そういう面でも我慢してます。で、2個目は、これ結構私の中ですごい我慢してるんですけど、服は高いものを買わないことです。昔はルミネとかに入ってるお店でもうボンボン服を買っちゃってたんですよ。あそこに入ってるお店って結構さ、1着1万円ぐらいするお店とか、それ以上するお店とかあるじゃないですか。そういう服をね、もうすごい買っちゃってたので、それをしないようにしてます。特に新卒で入った会社は通勤経路に大きい駅があったので、そこの駅ビルで服をね毎日のように買い物しちゃって、もうお金が全然ないっていうことになってたので気をつけてます。服は高いものを買わないように。これちょっと前の動画で着たこの服が6000円ぐらいするんですけど、これもめっちゃ久しぶりにこんな高い服を買いまして、いつも最近はもう2000円とか3000円ぐらいの服を買ってるんですよ。5000円超えないように頑張って探してるっていう感じです。韓国系の通販サイトで買うことが多いんですけど、最近はムードっていうサイトでよく買ってて、めっちゃ安くて全然可愛いのに3000円とか2000円とかでいろんなね服があるのでよく買ってます。レビューもめっちゃ900件とかある服とかもあるんですよ。だからすごい参考になるので、他のサイトもいろいろ見たりするんですけど、絶対に同じ服なのにサイトごとに値段が違って、何千円とか違う時があるので、安い方で買うようにそういう風にうまく検索したりして買うようにしてます。基本さ、服飽きちゃって
ワンシーズンしか着ないので、そういう面でも1万円ぐらいする高い服を買ってもさ、もったいないじゃないですか。ワンシーズンだから何十回も着るわけでもないので、これもったいないなと思って、服はできるだけ安くて可愛いものを探して買うようにしてます。3つ目はブランド品を買わないことです。まあ買えないんですけど、私はもう結構大人なので、友達とかね、同年代の人を見ると結構ブランド物のバッグとかお財布とか、服とかね持ってる方も多いんですけど、私もなんか持った方がいいのかなって、持つべきなのかなみたいな、大人としてっていう風な気持ちになることもあったんですけど、果たしてそれを手に入れた時とアイドルに会いに行った時、どっちが自分にとって幸せなのかって言ったら、絶対にアイドルに会いに行った時なんですよ。そのブランド品はその高いしさ、いい生地とかを使ってるんだろうし、もう価値がすごくあるものだと思うんですけど、私の中ではアイドルを見に行く方が価値があるというか、世間一般的な価値観とかね、そういうのをもう無視する。世間一般的に見たら安いシーンとかのカバンで安い財布を持ってアイドルに会いに行ってる人と、綺麗なお高めのバッグとかを持ってちょっとお高めのランチに行ってカフェに行ってって言ってる人の方が、なんだろうな、なんかいい見え方をするのかもしれないんですけど、結局は自分の人生なので、自分が幸せになることが大事なので、そういうなんか周りがこうだからこうした方がいいのかなとか、周りからの見られ方を考えずに、一旦どっちが自分の中で幸せかを考える。でもなんか大学生の時とか新卒の時とかはブランド物のバッグとか欲しいなっていう気持ちちょっとあったんですけど、財布とかね、高いものを買ってみたりした時もあったんですけど、なんかしばらくそういうのも買ってないっていうのもあってか、なんか本当に興味がなくなりましたね、ブランド物。そんな感じです。あとなんかあるかな。あとなんかスキンケアをなんかいろいろ高いのとかを試したりしてた時期もあったんですけど、結構お金かかるし、私それがもし合わなかった時にすごい無駄になっちゃうので、スキンケアをあんまいろいろ試さないように我慢してます。なんかもう今使ってるのがすごい肌に合ってるので、これでいいやっていう、試すとしてももう本当によーく何ヶ月とか考えてから試すようにしてます。前まではもう本当に気になるでポンポン買っちゃってたので。他にもね、ちょくちょく我慢してることってあると思うんですけど、また思いついたら動画にします。全国のオタクの皆さん、次の現場までお金を貯めれるように頑張りましょう。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。